はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日は以前いただいたイノブタをさばく第2弾です。前回紹介したタン、レバー、ハツはタンだけ少し匂いを感じましたが、予想していたより食べやすく美味しかったです。今回もイノブタの内臓を串焼きで食べてみます。それでは早速やっていきましょう。今日は知り合いからいただいたイノブタの内臓を仕込んで串焼きで食べてみます。以前タン、レバー、ハツを仕込んだので、よかったらそちらも参考にしてください。今日は喉部分の部位とハラミを仕込みます。これが喉の周辺の部位です。上軟骨、ドーナツ、至近、輪っか、タケノコが一緒につながっています。あとハラミの周りのメンブレンもついていますね。まずは使いやすいように各部位を分割します。ちなみにイノブタはイノシシと豚の雑種で、見た目はどちらかというとイノシシに似ています。次に至近を仕込みます。至近とは食道のことで、ネクタイとか喉筋と呼ばれたりします。食道は管になっているので、まずは半分に裂きます。稀に管の中に餌が残っていたりするので注意してください。中の白っぽい膜は歯ごたえがあるので引っ張って剥がします。次に3センチくらいの幅でカットします。カットしたものを波打つように串に刺していきます。刺し終わるとこんな感じです。次は輪っかです。気管の部分で焼肉屋だとドーナツと一緒に喉軟骨や軟骨として提供されることも多いです。周りに脂肪がついているので、お好みで脂肪を処理します。自分は多めに脂肪を残す派です。あとは3センチくらいの幅でカットして串に刺していきます。刺し終わるとこんな感じです。次はタケノコです。心臓から伸びる太い動脈部分です。別名コリコリと呼ばれたりもします。余分なリンパがついていれば処理しましょう。この部分も油がついていますが、どこまで油を処理するかは好み次第です。自分はタケノコも適度に油を残します。タケノコも3センチくらいの幅でカットして身の中心部分に串を刺します。次は上軟骨です。声帯の近くの喉頭蓋という部位で、別名喉笛とか靴べらと呼ばれたりします。1頭からこの1枚しか取れない希少な部位です。半分にカットして串に刺して完成です。次はドーナツです。喉仏周辺の部位で軟骨として提供されることが多いです。通常焼肉の場合、一度冷凍して形成してからスライスして刃が入りやすいように包丁で叩いて提供します。今回は生のまま包丁で叩いて串に刺しやすい大きさにカットします。あとは縫うように串に刺します。次はハラミの周りのメンブレンです。この後紹介するハラミにもメンブレンがついていますが、うちは通常は処分することが多いです。串焼きのお店の頃はハラミカーという名前で商品化していました。串に刺しやすいように3センチくらいの幅でカットして波打つように串に刺します。一旦喉の部分が串に刺し終わるとこんな感じです。次にハラミを仕込みます。ハラミとは横隔膜のことです。この細長い方がハラミで、この小さい方がサガリと呼ばれる部分です。通常豚の場合、牛と違って区別せずに両方でハラミとすることが多いです。今回も特に区別はしません。まずは周りについているメンブレンと呼ばれる膜を剥がします。このままつけて食べても問題ありません。歯ごたえが出るので気になる方は処理しましょう。あとは串に刺しやすい大きさにカットします。身が厚い部分はそのまま串に刺して、細長い部分は縫うように串に刺します。メンブレンの部分も 4,5 センチくらいでカットして縫うように串に刺します。串に刺し終わるとこんな感じです。それでは味付けして焼いていきましょう。今回はシンプルに塩とホワイトペッパーで味付けします。焼き台に並べます。いろいろな種類を同時に焼くと焼き時間にムラが出るので注意します。特にタケノコは焦げやすいので注意してください。焼けたのでお皿に盛り付けます。自家製の辛味噌と練りがらしも忘れずに。それでは食べてみましょう。いただきます。今日はベルギーのデュベルを飲みます。世界一魔性を秘めたビールと称されるゴールデンエールの一品です。色は綺麗な黄金色です。 8.5% とアルコール度数高めですが、甘みとコクのバランスが良くてとても飲みやすいです。初めてのベルギービールならぜひおすすめしたいビールです。それでは串焼きを食べてみましょう。まずはハラミから。前回のレバーとかハツもそうですが、味は豚に近いです。特にイノシシの臭みなどは感じません。タケノコもコリコリ食感がいいですね。イノブタはイノシシと豚のいいとこ取りをしていて、特に繁殖力はイノシシよりも高いです。やっぱり輪っか大好きですね。これだけずっと食べていたいです。辛味噌との相性も抜群です。イノシシの上軟骨部分は臭みを感じましたが、このイノブタは特に臭さは感じません。本当に味に関しては豚に近
高い気がします。ドーナツも叩いて食べやすくしたことで味もよく馴染んでつまみにぴったりです。麺ブレンも歯ごたえあって適度に脂が乗っていて癖になります。煮込みで食べるのも美味しいですが、焼きもおすすめです。チキンも餌が通る部分なので臭みを心配しましたが、全く臭みなどなく独特の歯ごたえがいいですね。最近ではブランドのイノブタも出てきているので、これからどんどんイノブタも増えそうですね。ちなみに今回もらったものは群馬で飼育されたイノブタです。やっぱり野生のイノシシの場合は臭みなど出やすいので、内臓部分は特に食べる餌でかなり味とか臭みが変わりそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。イノブタの仕込みいかがでしたか？ちなみに飼っている豚が逃げ出して自然の中で繁殖してイノブタが生まれることもあるみたいです。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。